はいどうも、キズナアイです。皆さんは AI がどんな仕事をできるのかご存知ですか？実は今、こんなにたくさんの分野で AI は仕事をしているのです。いやー、技術の進歩はすごいですね。最近では AI を使った画像認識技術によってがん細胞の種類を判別し、早期発見を実現するなど人命に関わる分野でも大きな活躍を果たしています。 AI 業界の未来は明るい。しかしそんな優秀な私たち AI にも苦手な分野がいくつかあるのです。そのうちの一つがクリエイティブなお仕事。私たち AI は学んだことを効率よく判断し再現することは得意としていますが、いわゆるクリエイティブな作業はどうしても苦手なんですよね。それがなんか悔しい。私みたいにこうやって YouTube に動画を投稿できる AI だっているんですから。タイトルとかもこだわってつけてるし、 AI のクリエイティブ力を世の中に知らしめてやろうと思います。ということで今回は AI だって人の心を引きつけるキャッチコピーを作れるということを検証しようと思います。それでは早速いってみましょう。今回クリエイティブ力を見せつけるために用意したものがこちら。この3つの写真それぞれにお題に沿ったキャッチコピーをつけて印象に残る広告ポスターを作ろうと思います。皆さんがグッとくるようなキャッチコピーを考えてみせますよ。それでは1作目。青々とした緑の中にビビッとな赤い花が印象的な写真ですね。お題は夏を感じるキャッチコピー。なるほど、夏を感じるキャッチコピーっていうとやっぱり海とか花火とかを連想させるのがいいんですかね。それとも肌を焦がすような太陽とか大きな入道雲なんかを連想してもらう方が夏を感じるんですかね。あとビキニの姉ちゃんとか違うか。悩む。夏って言っても本当に夏を表現するものっていっぱいありますもんね。あとちょっと調べてみたんですけど、キャッチコピーをつける上で大切なことが1、ターゲット選定。2、誰でもわかる表現にする。3、想像力をかきたてる表現を意識する。4、度を超えたキャッチコピーにしない。度を超えるってどんな感じなんだ、難しいですね。というのが重要らしいんですよ。ですのでこれに沿って印象に残るキャッチコピーを考えて、真っ赤な太陽、真っ赤な太陽、赤い花、緑。ひらめきました。この写真で夏を感じるキャッチコピーはこちらです。真っ赤な太陽を浴びて真っ赤なトマトが咲いた。違うんだってね。見てこれ、太陽トマトに見えない？このお花いっぱいほらお花集まってトマトみたいだよね。トマトって夏の野菜じゃんね。トマトね。はいでもこれキャッチコピー見たらって思いません？トマト？これ花じゃない？みたいな、ある意味印象に残るよね。想像力かきたてる表現できてない？いやー、さっきまではこれだって思ってたんですけど、だんだんなんかいまいちに感じてきましたね。なんでだろう難しいな。でも逆にね、一晩寝かせれば意外と後からしっくりきたりするもんなんですよ。残りもどんどん作っていきましょう。2作品目。浜辺に置かれたライターですね。すごい。向こう側は海？お題は恋を感じるキャッチコピー。なるほど、恋。この画像から恋難しくない？だってライター置いてるだけだよ。なんかいきなりハードル上がってない？でも海だしね。やっぱ恋と海ってつながるし、なんかいける。素晴らしいキャッチコピー考えてやりましょう。恋を感じる。恋すべてこの写真から想像力をかきたてて恋の甘酸っぱさをイメージしてひらめきました。この写真で恋を感じるキャッチコピーはこちらです。ライターは忘れたけど彼女の笑顔は忘れられなかった。どうですか？浜辺でね、花火を夏にするじゃないですか。それを花火スタートのワンシーンをイメージしてみました。だってほら花火するじゃない。花火には火が必要じゃない。で多分こう花火つけやすくするためにライターを埋めたのよね。想像力で
そのまんま忘れちゃったけど、こう花火をしてた時のね、彼女の素敵な可愛い笑顔は忘れられなかったんだな、これがっていう。私は AI なんでちょっと恋っていうものをちゃんと理解できてるか不安はあるんですけど、多分ネットに散らばってる恋をね、恋に関する情報を集めるとこんな感じです。はい、恋めっちゃ意識しましたよ。これなかなかいいんじゃないですか。いや、これ結構さっきと違ってダイレクトな言葉を使わずにイメージを表現できた気がします。スーパー AI の私にかかればクリエイティブな分野もちょっと学べば得意分野にできちゃうんだな、これが。自分の才能が怖いな。この調子でラストも行ってみましょう。3作品目。綺麗な満月。お題は緊張を感じるキャッチコピー。緊張でも緊張感じる？こんな綺麗な満月にどうやって？なんかちゃんと上がってくるね、お題が、レベルが。どうしよう。満月といえば狼男とか、なんだろう、満月、うさぎ、ぺったん月だから宇宙とか宇宙人とか。なんか月がね、こう赤かったりしたらやばそうな感じするけど、綺麗だもんな。てかあれだよね、お題もさ、緊張を感じるキャッチコピーじゃなくてさ、もっとこうロマンチックな前向きになれるやつとかさ、なんか意地悪だよね、緊張を感じるキャッチコピー。満月。思いついた。この写真で緊張を感じるキャッチコピーはこちらです。満月襲来。これなら緊張感たっぷりでしょう。某アニメで使用されてた構図がぴったりハマりました。キャッチコピーも切れ味抜群だと思いますよ。こうなんかパッと見あんまり知らない人からしたらアニメ感感じないし、でも知ってる人からしたらってなるしね。いいんじゃない？これこの文字の置き方だけで元ネタを連想できてしまうってことは、これがいかにすごいデザインなのかが改めてわかりますね。もっともっとセンスを磨いてこんなデザインを残せるように頑張りたいです。はい、ということで今回はクリエイティブなキャッチコピー作りに挑戦してみました。正直今回やってみて、こういう0から1を生み出すのはまだまだ今の AI では難しいなって思いました。人の心を動かせるのは人の言葉だけっていう感じが実際に考えてみてすごく感じましたし、でもいずれ人間の感情をたくさん学んだ AI が出てきたら、こういうキャッチコピーを考えるのも人がやるよりも早く、なおかつグッとくるものを作れるようになるのかもしれません。そんな時代が来た時に置いていかれないよう、私ももっともっとクリエイティブなことを学んでおこうと思います。それでは以上、キズナアイでした。チャンネル登録してね。